ネット上のやり取りだから心配ない。あなたはそうやってネットの匿名性を過信しすぎてはいませんか。2020年12月、イギリスバークシャー州の歴史ある街レディング。なんだよこれ、気分悪いな。スマホを片手に思わず顔をしかめたその少年はオリー・スティーブンス。彼のスマホ画面には SNS に投稿されたある動画が映し出されていました。もうやめて、助けて。その動画は一人の少年が二人組の少年から殴る蹴るの暴行を加えられるもの。投稿主の少年二人が面白半分でいじめの様子を撮影し投稿していたんです。こういうやつは一度痛い目を見た方がいいんだ。そう言うとオリーは動画を投稿していた少年のアカウントから交友関係を探り始めます。そして少年の兄のアカウントへたどり着くと次のようなメッセージを送ったんです。あなたの弟がいじめの動画を SNS にアップしています。見ていて気持ちのいいものではないので注意していただけないでしょうか。そう、オリーは投稿主の家族に報告することで見ず知らずの少年のいじめを止めようとしたんです。そしてこの時オリーは考えもしませんでした。その些細な行動をきっかけに自分が殺されてしまうなどとは。ネット上でいじめを止めたのをきっかけに殺されてしまった少年。強い正義感から行動を起こした彼がなぜ殺されなければならなかったのか。顔も見えないネットユーザーの中には危険な人物が潜んでいるかもしれません。おそす、ルナに新しいクッション買ったらめっちゃ気に入ってて、本当にめちゃくちゃ可愛くてインスタに上げてるんでみんなもよかったら見てください。ケンちゃんです。ルナちゃんに私のクッションも味わってほしい闇闇子です。近づくなお前。本当に可愛くないルナ。可愛いマジで。親バカなんかなという視点を排除しても本当に可愛いのよ。改めて言わなくて分かってる。しかも性格が可愛いの。もうどこまででも行くじゃん。こんなに可愛い生物って宇宙にいるんだっていう。あと何分かかる。水があれば7日間は生きれるから。本日ご紹介するのは13歳の少年が命を落としてしまったイギリスの殺人事件について。この事件ですね、非常に胸くそが悪くてですね、少年の正義感による行動をきっかけに恨みをね、買ってしまってこういう事態になってしまうというね、本当にいたたまれないような事件なんですよ。正義感で恨み買うっていい子ぶってんじゃねえよみたいなこと言われたってことでしょ。そんな幼稚な話なの？実はね、さらに恐ろしいのが、犯行に至った犯人はですね、この被害者と実はリアルで会ったことなくて、ネットだけで知り合ってたっていうのも現代っぽいというか恐ろしい事件ですよ。些細な理由からね、ネット上でね、狙われてしまった少年なんですけど、一体何がきっかけだったんでしょうか。正義の味方。2020年12月、今回の舞台はイギリスバークシャー州最大の町レディング。自室でベッドに寝転がりスマホを眺めていたのはオリー・スティーブンス。パーマのかかった髪型が特徴的などこか愛嬌のある少年でした。オリーには明日の学校の準備を終えてから寝るまでの時間、ルーティーンになっているものがあったんです。この動画面白い。オリーが楽しそうに眺めているのは写真や動画の投稿がメインの SNS スナップチャット。イギリスでは TikTok に並び10代の若者の間で人気を集めている SNS。オリーもそんな若者たちの例に漏れず様々なユーザーの投稿を眺めるのを毎晩の楽しみにしていました。しかし実はタイムラインに表示される動画は決して楽しいものばかりではなかったんです。何？そういう Twitter でバカったみたいな、そういう迷惑系ユーザーとかがいるってこと？似たようなね、ものなんですけれども、単にね、迷惑なだけだったら通報もできたりするじゃないですか。ただそういうね、判断のつきにくい、よりたちの悪いものだったんです。なんだよこれ、ひでえな。ある動画を目にすると途端に顔をしかめ嫌悪感をあらわにしたオリー。その動画の中ではオリーよりいくらか年下に見える一人の少年を年上の少年二人が取り囲んでいました。やめてよ、うるせえ。一人が少年を羽交い締めにし、もう一人が殴る蹴るの暴行を加える。そうやって年上の少年二人は身動きの取れない少年をこれでもかと痛めつけていたんです。散々に殴られた挙句、地面に押し倒され立ち上がることもできなくなった少年。年上の少年二人はゲラゲラと笑いながらそんな少年を見下ろしていました。またか。スマホをベッドの上に放り出すとうんざりしたようにそうつぶやいたオリー。そう、オリーはこれまで何度かそうしたいじめ動画を目にしており、継続な投稿をするユーザーたちに嫌気がさしていたんです。いじめの様子撮影してアップするってさ、冷静に考えたらバカじゃない？自分たちでやってますよって言ってるようなもんだから、すぐ取り締まれないのかしら、こういうの。SNS の運営側はね、当然対処はしてたんですけど、イギリス国内においてはですね、そういったことに対する法整備全然進んでなかったんです。というわけで本日のメトラキーワード、イギリスのオンライン安全法案について。
2022年3月、イギリス政府はオンライン安全法案、通称 OSB を議会に提出。ネット上にアップされている有害なコンテンツの監視を各通信事業者ではなく国の主導で行っていくことが決定されました。OSB 施行後はイギリス情報通信庁オフコムがネットコンテンツの監視を担当。注意義務に違反する通信事業者が見つかった場合、国からの罰金、罰則が課されるようになりました。このようにイギリスでは強制力の強い法案が可決され、ネット上の不適切なコンテンツが淘汰されていきつつあるんです。オリーが SNS でいじめ動画を発見した2020年当時、まだイギリスにオンライン安全法案は存在しませんでした。そのため SNS 上では暴力行為や犯罪行為を含む不適切な投稿の監視が行き届いておらず、悪質なユーザーが野放しの状態となっていたんです。そしてオリーはほとんどの人が見て見ぬふりをするであろう不適切な投稿を黙って見過ごせない正義感の持ち主でした。こういうやつを好きにさせてちゃダメだ。そう考えたオリーはいじめ動画を投稿した少年のアカウントから交友関係を探り、少年の兄のアカウントへたどり着きます。そして、あなたの弟がこんな動画を投稿しています。注意していただけませんか？オリーはそんなメッセージとともに少年の兄に動画の URL を送信。家族にいじめの事実を知らせることで少年を戒めようとしたんです。この行動がオリーを襲う災難のきっかけになってしまうとは、この時の彼は考えもしていませんでした。だから家族に知らせるっていうのは一番いい懲らしめる方法かもしれないもんね。ですがね、少年を懲らしめられる方法だったからこそ、この後の恨みを買ってしまったとも言えるんです。この出来事の数週間後、オリーの身に一体何が起こったのか。夕暮れ時の悲劇。年が明けた2021年1月3日、夕方5時を迎えようという頃、オリーは身支度を整え、玄関で靴紐を結んでいました。あら、こんな時間から出かけるの？紐沈みかけたその時間から、オリーが外出することは珍しく、母アマンダはそうやって不思議そうに声をかけたんです。すると、友達と約束してるんだ。どこか照れくさそうにそう説明したオリー。母アマンダは彼のその態度から全てを察しました。あら、デートなの？今日は一日機嫌がいいと思ったら、そんなんじゃないよ。母親に茶化されたオリーは恥ずかしそうにそそくさと玄関を飛び出していきました。そんな彼の後ろ姿を母アマンダも微笑ましく見送っていたんですが、それから15分後。おばさん、大変なんだ。オリーの自宅の玄関ドアを必死に叩いていたのはオリーの友人の少年。どうしたの？そんなに慌てて。怪げそうに扉を開けた母アマンダ。この後彼女はオリーの友人の言葉に思わず絶句することに。おばさん、大変なんだ。オリーが刺された。家を出て15分後、しかもデート中にってさ、そんなひどいことある？何？特定されたやつがオリーの住所を特定して刺しに来たってこと？これ。かもしれないですね。この後ね、両親は慌てて現場へ駆けつけるんですけれど、一体オリーはどうなってしまうんでしょうか。オリーの友人から知らせを受け、両親は大急ぎで家を飛び出しました。お願い、何かの間違いであってほしい。涙をこらえながら友人の少年の案内に従って道を急ぐ母アマンダ。切実な彼女の願いはこの後見事に裏切られてしまうことになるんです。オリー、しっかりして。両親が駆けつけると、伸びきった雑草の中に倒れ込んでいたのは腹部から血を流し息も絶え絶えな様子のオリー。母アマンダが寄り添い、父スチュアートが救助を求めて走り回るうちに、辺りには人だかりができていました。そこから救急隊員が到着するまでの間、犬の散歩で通りかかった看護師が応急処置をするなど、その場に居合わせた人々が総出でオリーを救おうとしたんです。しかしお母さん、残念ながら息子さんは。がっくりと肩を落とし母アマンダにそう告げた救急隊員。そう、オリーは病院へ搬送されるその道中で息を引き取ってしまったんです。注意してただけなのにさ、やりきれないわよ、こんなの。しかも一緒にいた女の子は大丈夫なの？やばいんじゃない？巻き込まれちゃってんじゃないの？そこなんですよね。事態はですね、オリーが約束していた少女も巻き込んで、とんでもないことになっていくんです。待ち伏せ。オリーが殺害されてから3日後の2021年1月6日、約200人を動員した捜査の結果、犯人はすぐに逮捕されることに。この時逮捕されたのは、動画をご覧の皆さんもお察しの通り、いじめ動画を投稿していた少年2人、ジャックとチャーリーでした。犯行動機はやはり、オリーがいじめの事実を彼らの家族へ報告したため、オリーは完全な逆恨みで殺されてしまったんです。そして気になるのは、事件当日、オリーとデートの約束をしていた少女がどうなったのかということ。実は彼女は、少年2人と一緒に逮捕されることに。事件の日、オリーと少年少女たちの間で一体何が起こっていたのか。
2021年1月3日の夕方5時頃、自宅を出たオリーは友人の少女と2人ですぐそばの空き地へやってきていた。オリビア、改まって話ってなんだい？どこか浮かれた様子で少女にそう尋ねたオリー。オリビアと呼ばれた少女はオリーを空き地の奥へ先導しながらこう話す。ここだと人が通るからもうちょっと行ったところで話すわ。そして2人は雑草をかき分け、通りから死角となっているその場所へたどり着いた。君たちは？そこで待ち構えていたのはオリーと同じ年の頃の少年2人。どこかで見たような。オリーはすぐにそう気づいたが、数週間前に動画越しに見ただけの彼らの姿をはっきりと覚えているわけではなかった。すると状況を理解できずにいるオリーに向かい、少年のうち一人が吐き捨てるようにしていた。待ってたぜ。よくも兄貴にチクってくれたな。そう叫んだ少年の手元では確かに銀色のナイフが光っていた。オリーは少年の言葉と彼のただならぬ様子に瞬時に危険を察知した。しかし逃がすかよ。少年二人に囲まれ、オリーに逃げ場はなかった。そして何すんだ。腹部に焼けるような痛みを覚えたオリー。見知らぬ少年にナイフを振るわれた彼はうずくまるようにその場に倒れ込んだ。ざまあ見ろ。少年たちがせせら笑うその中で、オリーは意識を朦朧とさせながらただこう思っていた。どうしてオリビアがこいつらと？その後、オリビアと2人の少年ジャックとチャーリーは倒れたオリーをそのままに現場から逃走、凶器などの証拠隠滅を図りますが、警察は SNS 上の履歴から彼らの身元を特定。少年たちのスマホの音声メモに犯行計画に関する会話が残っていたこともあり、すぐに逮捕・起訴されることになるんです。オリビアはいじめ動画の少年たちとなんで繋がってるわけ？意味わかんなくない？だって少年たちとさ、オリーとオリビアの間には何の関係もなかったわけでしょ？そうなんですよ。本当にね、謎ですよね。この少年たちなんでね、オリーの友人であるオリビアと繋がれたんでしょうか。軽はずみな協力者。実のところ、いじめ動画を投稿したジャックとチャーリーは事件の数週間前、SNS 上でオリーとやり取りを交わしていました。お前、俺の兄貴にいじめのことチクりやがったな。それの何が悪いんだ？いじめをしているお前らが悪いんだろう。そうやって少年2人とオリーが揉めている様子は SNS のスレッド上にしっかりと残されていたんです。しかし、いくらジャックとチャーリーが SNS 上で文句を言おうと、オリーは一切動じることもなく、毅然とした態度を崩そうとはしませんでした。そこで2人は見ず知らずのオリーに対し、直接復讐ができないかと考えるんです。そして、オリー・スティーブンスっていう中学生のことを知ってるやついる？2人は SNS 上でそんな投稿をしました。するとすぐに1人の少女から反応がありました。オリーなら地元が一緒だけど。そう、この時反応したのがオリーの友人オリビアでした。何も知らずにジャック、チャーリーとやり取りを始めたオリビア。2人は彼女に事情を説明しますが、友人のオリビアがオリーへの復讐の提案など受け入れるはずもありません。そのはずだったんですが、いいわ、オリーに特に恨みはないけど面白そうだし。なんとオリビアは興味本位で2人の計画に参加することに決めたんです。いや、いくらなんでもちょっとひどすぎるわよ。ジャックとチャーリーもしかして殺すとまでは説明してなかったんじゃない？実はですね、オリビアにちゃんと説明してたんですよ。しかも、その音声メモも残ってたんです。以降3人は何度となくオンラインでミーティングを重ね、数週間をかけオリーへの復讐計画を練っていきました。彼らのスマホの数百件の音声メモにはそのやり取りの様子が事細かに残されていたんです。オリーは明日死ぬことになるな。殴るか刺すかして殺してやるよ。うまく騙して連れてくるから任せて。3人のやり取りには彼らがまだ10代前半であることを忘れてしまうほどに殺意に満ちた言葉が溢れていました。こうして迎えた2021年9月24日、ジャック、チャーリーの2人はそれぞれ殺人罪、協力者のオリビアは過失致死傷罪で有罪となります。彼らに課された刑はチャーリーが懲役13年、ジャックが懲役12年、そしてオリビアは懲役5年。当初オリビアの刑期は3年2ヶ月とされていました。しかし軽はずみに犯行に参加した彼女の悪意を踏まえ、刑が軽すぎると判断された結果、最終的には懲役5年に変更されることに。事件後、オリーの両親は SNS が犯行のきっかけになったことを主張し、政府にオンライン上の規制強化を求めました。またこの事件は加害者の少年少女が14歳以下と若かったことでも注目を集め、司法に多大な影響を及ぼすことに。2022年3月にイギリスでオンライン安全法案が可決されたこともこの事件が少なからず影響しているはずです。 SNS を介し誰でも気軽に情報発信ができるようになった現代、いくら規制を設けたとしても公共の場で不適切な投稿をするユーザーを完全に撲滅することは難しいんです。政府や企業が規制を徹底するのは当然のこと。そうした情報から身を守るため、適切なネットリテラシーを身につけることが重要なのではないでしょうか。